こチャンネル。皆さんこんばんは、はすこです。今回はルーフテントで車中泊していきたいと思います。ルーフテントは初めての体験で、ちょっといきなりつけるのはどうかなと思って、今回ルーフテント付きの軽バンをレンタカーしてみました。ちょっとハスラーが今入院中ということで、レンタカーを借りるっていうタイミングとして、ルーフテント付きっていうのがなかなかタイミングが良かったんじゃないかなと思います。前回はサウナ付きのサウナカーの軽バンをレンタルしたんですけど、今回はルーフテントでまだサウナカーを見てないっていう方はそちらも見ていただいて、ハスラーが今ない理由とか、ここ関東に来ている理由なんかも見てもらえると嬉しいです。というわけで、今、東京を走っています。めちゃめちゃ東京の運転緊張しました。特に何か大きく違うっていうことはなかったんですけど、でも東京といっても23区ではないので、まだハスコでも運転できましたね。渋滞とかは結構あったんですけど、なるべく渋滞を避けるルートを通ってすぐに高速に乗っていきたいと思いますっていうところなんですけど、何回も高速の入り口を逃しちゃって、ちょっと調布市までずっとした道を走っていました。ということで、今回は東京から移動して山梨県に初めて行ってみたいと思います。山梨県って、桃とか梨が有名っていうイメージなんですけど、ちょっと初めて行くので楽しみです。もみじが少し散ってはいるんですけど、走っているとめちゃめちゃ紅葉が綺麗でした。山梨ってちょっとオートキャンプ場が多いのかな。近場に今回のキャンプ場以外にもたくさんオートキャンプ場があって、その多さにめちゃめちゃ驚きました。東京からだいたい2時間ぐらいで山梨に着けるので、かなりその関東圏からの人も多いみたいで、人がすごい多く感じました。だからオートキャンプ場もたくさんあるのかな。今日はルーフテントを使うので、広いオートキャンプ場で一区画が広めのオートサイトにしてみました。普段はね、車の中で車中泊するだけなので、ちょっと狭いところとかでも全然いいんですけど、今回ちょっと上にもね、テントをガッて上げるので、広いところじゃないと迷惑になるかなと思ったので、オートキャンプ場にしてみました。それでは早速、ルーフテントを立てていきたいと思います。じゃーん。で、早速このルーフテントを立てていきます。ちょっとその前に電源を供給していきたいと思います。この軽バンは外からコンセントを挿してできるので便利だなと思いました。ポータブル電源がないので、電源ポートがあるオートキャンプ場は助かります。それでは早速テントをつけていきたいと思います。軽バンの中にちっちゃい脚立みたいなのがあるので、それに乗ってベルトを外していくだけなので、すごい簡単でした。おー、わー、すごーい。おー、開いたー。ワクワク。
テントを無事設営できました。開いたらこんな感じになりました。中にはしごが入っているらしいので、はしごをまずは取り出して、はしごをセットしてテントの中に入っていきたいと思います。ちゃんと全部テントの中のチャックを開けていなかったのではしごがなかなか出てこなかったし、意外と重みがあるからこう上から降ってくるんじゃないかと思って慎重にはしごは取り出しました。コンパクトに畳まれているので、袋から取り出してはしごを伸ばしていきます。はしごを伸ばしてみました。私155センチなんですけど、やっぱ自分よりももちろん高いはしごなんですけど、かけるだけなのでそんなに大変ではなかったですね。重さとかも別に抱えられる重さだったので、設営自体はそんなに大変ではなかったです。ただやっぱりはしごをね、上がる時がちょっと怖かったですね。オープン。おー、いい感じ。じゃーん。ここからがちょっと着いた。初めてのルーフテントです。ちょっと乗るときドキドキしたんですけど、すごい秘密基地感が増しますね。テントがどんな感じか分かったので、とりあえず一旦夕ご飯を食べに行こうと思います。今回はキャンプ場のめちゃめちゃ近くに道の駅があったので、道の駅でご飯を食べようと思います。なんかもう信じられないぐらい道の駅に人がいて、警備の方とかが立って案内してくれるんですけど、なかなかそういう道の駅ってないのでびっくりしました。売店にはたくさん山梨の特産物があったので購入したので、帰って車内で紹介したいと思います。キャンプがやっぱ近いとキャンプグッズもいっぱいあって見るのがめちゃめちゃ楽しかったです。続いて隣の食堂で夕ご飯を食べていこうと思います。いろいろあって迷ったんですけど、山菜うどんにしてみました。じゃーん。なんで山菜うどんなんだって思われるかもしれないんですけど、山菜うどんしかなかったんです結構閉店ギリギリに来ちゃったんで、もう選択肢がすごい限られていて、山菜うどんにしてみました。でもめっちゃ美味しかったです。もう寒くてこの日もなんか冷たいそばとかもあったんですけど、やっぱあったかいうどんが染みて美味しかったです。初子チャンネル。キャンプ場に戻ってきました。先にこの中をフルフラットにしていきたいと思います。今回レンタルしたところのオーナーさんが車内も車中泊がすぐできるようにカスタムされていて、これはパイプみたいなものでポーンと倒したら、こうあとはマットみたいなのをはめ込むだけですぐに寝れる状態にできました。じゃーん、フルフラットにしてみました。ちょっとこの明かりだけじゃ寂しいので、持ってきたライトをここからコンセントをつないで、来たー。よし、OK です。いつも
軽自動車で車中泊しているので、今回も軽自動車で、やっぱ広さ的にも同じなので落ち着きました。まあこれぐらいがちょうどいいですね。フルフラットにしてライトをつけて車中泊スタイルにしてみました。今まだちょっと5時ぐらいなんですけど、真っ暗ですねで、寒さなんですけど、ハイネックとセーターと上にパーカーを着て全然寒くないっていう感じです。電気毛布を持ってきたので、ここで寝てみるのとルーフテントの上で寝てみるのはどう違うのかっていうのもやっていきたいと思います。上のルーフテントへ行ってみたいと思います。よいしょ。よいしょ。夜はちょっと怖いな。中に靴を入れる袋があるので入れてみます。寒さなんですけど、やっぱりちょっと下よりかは肌寒いなっていう感じなので、電気毛布を持ってきたので電気毛布をつけてみたいと思います。これは延長コードは下の電源から引っ張って、で電気毛布をつないでいます。思ったより寒くないので寝れる気がします。電気毛布があればあったかいし、これがふわふわしてて気持ちいい。いけるかも。念のためもう一個電気毛布と重い毛布を持ってきているので、全然余裕で寝れるんじゃないかなと思います。今日はここで過ごしていきたいなと思います。外はこんな感じです。誰かがいたら透けるのかな。こうケーブルを上から引っ張ってっていう感じです。こんな感じですね。車内に、下の軽バンの車内に戻ってきました。そうですね、どうかな、ちょっと寝心地を比べたいと思います。高さ的には車の中の方がやっぱあったかいかなっていう感じがします。ただちょっとルーフテントの方がなんかふかふかで気持ちよくて、寝心地的にはルーフテントの方がいいかなと思いました。というわけで、今日はせっかくルーフテントありの軽バンをレンタルさせていただいているので、ルーフテントの方で寝てみたいと思います。で、貸し切りのお風呂を予約してみたので、お風呂にまずは入っていきたいと思います。よいしょ。あ、電気ついた。よいしょ。今回のオートキャンプ場は共用スペースが充実していて、何か不足している時もすぐ買えるようになっていていいなと思いました。出たモルックや。貸し切りのお風呂はこんな感じでホワイトボードに名前を書いて予約するシステムで、時間になったらお風呂に行って空きになっているので使用中として
使うっていう感じみたいです。何度でも空いてれば入れるみたいで、24時間入れるみたいです。すごいですよね。しかもお風呂は別料金じゃなくて、宿泊者は無料で入れるんです。じゃーん。ずーっと湧いてる感じか。キャビーン。暖房があるのがありがたいです。アメニティもあります。体からまずは洗っていきます。ヒノキ風呂です。すごい。めっちゃ広い。めっちゃ広いです。おお。めっちゃ気持ちいい。はあ。あれ、もみじかな。カエルみたいなのがちょっと見える。はあ。はあ。はあ。やばい。気持ちいい。のね、匂いがすごいいいです。ご飯は食べたんですけど、またちょっとお腹が空きそうなので、お風呂上がり、山梨の地酒みたいなのを買ってみたので、飲みながら山梨のワイン煮込みのビーフシチューみたいなのを買って、でレンチンが使えるみたいなのでレンジでチンしていきたいと思います。で今日は楽しみにしている、日風があるので、絶対9時までには終わらせてスタンバイしていきたいと思います。ハスコチャンネル。お風呂から上がりました。ドライヤーも備え付けであったので助かりました。早速髪の毛を乾かして、ちょっと小腹が空いてきたので、さっきも紹介したんですけど、ビーフシチューを食べていきたいと思います。コインランドリーとこれ食べます。電子レンジがあるので、お腹はそんなにそこまで空いてないんですけど、もうちょっとまたここに来るのがちょっとテントに上がったら大変かなと思って、もうお風呂上がりにそのまま、チンしていくことにしました。ハスコチャンネル。テントに戻ってきました。天井はこんな感じで、生地はねしっかりしていますね。4箇所こう開けれるようになっていますね。冬はまあ閉めてるんですけど、夏は開けれるんじゃないかなと思います。やっぱり電気毛布があるからあったかいです。全然寒くないんです。ないんですって道の駅で買ったものを紹介して、ちょっと晩酌タイムにしたいと思います。ハスコチャンネル。ビーフシチューと山梨の桃クラフトチューハイをちょっと飲んでみたいと思います。あー、美味しい。風呂上がりは美味しいですね。なんか桃すぎずアルコールも感じられるっていう感じです。スプーンを今回自分の車じゃないから積んでなくて、なんかスプーンセットみたいなやつを買ったので、こんな袋になってて、じゃーん、こんな感じでアルミ？鉄？こんな感じで開いて、ではいただきます。
絶対美味しい。もう匂いが。いただきます。おいしい。牛すじかな。牛すじが入ってます。濃厚で美味しい。レトルトとは思えないですね。これはちょっとでも持ってきてる間に冷めた気がする。こうでいいんかな。こう？まあいいか。わからん。どういうこと？これどうやってロックするんだろう。まあいいか。お肉。ああ、めっちゃ美味しかったです。そしてまだ他にも道の駅で買ってみました。じゃん。日本富士山の湯。またこの旅のどこかで使えたらなぁと思います。これまた富士山チョコレートクランチ。開けてみます。オープン。パカーン。富士山チョコレートクランチ。ホワイト味かな。いただきまーす。おいしい。おいしい。こっちはチョコかな。チョコや。うまっ。車内で食べるとなんか美味しく感じるんですよね。一つ一つを噛み締めるというか。深いこと言った今。初子チャンネル。今週もめちゃめちゃ良かったですし、感動しました。ということで、最終トイレに行ってそろそろ寝ようと思います。おやすみなさーい。初子チャンネル。おはようございます。あすこです。起きました。早速トイレに行ってきたいと思います。明るい。意外とあったかいかも。天気めちゃめちゃいい。おはようございます。はすこです。めちゃめちゃテント楽しかったです。思ったよりも爆睡できました。というわけで今から東京の方に帰っていきたいと思います。
というわけで最後にカフェに寄って帰っていきたいと思います。今回初めてルーフテントを設営してルーフテントの中で寝ていったんですけど、思ったよりも快適で楽しい時間でした。秘密基地感も増しますね。でもちょっとそうですね、ハスラーにもつけてもいいかなとは思うんですけど、せっかくハスラーも車中泊スタイルなのでルーフテントの気分を味わえるのはなんかたまにでもいいかなという気もしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。